旅するアシカ。こんにちは。旅するアシカです。アシカが愛してやまない国、ギリシャ。今回はアシカ流アテネの歩き方をご紹介します。遺跡が多く、どこを歩いても歴史を感じられるアテネではございますが、背景を知らないと、これただの石山じゃん、みたいな感じになっちゃうこともざらにあります。そこで今回は、アテネを歩く前に知っておくと何倍も楽しめる、ちょっとした雑学や豆知識を交えながら街を案内していきたいと思います。旅行を計画している方も、ギリシャに興味がある方も、きっとアテネを歩きたくなる内容になっているので、ぜひ最後までご覧ください。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではアテネ散策編スタート。まずはアテネ中心地の地理関係から見ていきましょう。見どころはこんな感じです。アテネ旅の始まりは国会議事堂の真正面にあるシンタグマ広場からスタートします。はじめにシンタグマ広場から西に伸びる歩行者天国エルムー通りを歩いてモナステラキ広場を目指します。アテネ2日目のお昼です。これから旧市街の通りに向かっていきたいと思います。昨日もいたけどね。昨日は行ってないんだよ。昨日はね、ちょっと街ぶらしていたんですけども、今日はその違うところへ行くんで楽しみたいと思います。この2人がガイドなんでしっかりとついていきたいと思います。エルム通りに行く前にシンタグマ広場周辺をプラプラしています。ヨーロッパ特有なのかわかんないけど、やっぱご飯を外で食べるっていう文化が根付いてますね。お、美味しそう。お、美味しそう。これがさっき食べたピノ。さっき食べたやつ。パリパリのやつ。トラップが多くてなかなか前に進めませんね。ペトッとしてるやつ。とか、スティッキーな。これはバクラバ。キレが大きくなる。バクラバ。これはね、1キロ。ギリシャ伝統のお菓子。ここが歩行者天国エルムー通りになります。街で一番にぎわうメインのショッピングストリートで、日本でいう原宿のような場所になります。商業の神ヘルメスが名前の由来になっていて、東西 1.5 キロも貫くめっちゃ長い通りです。途中にはクルーリーというパンを売っているスタンドがあります。パン屋さんで買うクルーリーより美味しいと言われています。素朴ながら噛めば噛むほどごまの香りや旨味が口いっぱいに広がってきます。癖になるのでぜひともトライしてみてください。しばらく歩いていると通りのど真ん中に小さな教会が現れます。こちらはカプニカレア教会。ビサンチン時代の11世紀に建てられたアテネで最も古い教会の一つと言われています。アテネにあるビサンチン時代の建物は地面から一段下がったところに建てられていますが、実は当時の地面の高さが低い位置にあって、1000年という長い時間の中で人々が道路を作ったり建物を建ったりっていうことをしているうちに徐々に地面が盛り上がっていったっていうふうに言われています。中に入ると外の賑やかさが嘘みたいに静かで空気がガラリと変わります。壁画は20世紀に描き直されたものらしいんですけども、古い教会の雰囲気にすごく馴染んでいて、とても神秘的な空間になります。アテネの真ん中でこんな静けさに出会えるって素敵ですよね。カプニカレア教会から歩いて5分ぐらいでアテネ旧市街の中心モナスティラキ広場に到着です。見てください。この目の前にはアクロポリスが一望できます。もうちょっと右側の方がいいね。宇宙の雲来てです。ここは古代アゴラやローマ時代の遺跡、そしてアクロポリスを一望できる場所です。周りにはフリーマーケットや雑貨店、カフェがぎっしり。アテネで最もエネルギッシュで活気あふれる場所でございます。お、美味しそう。なんかピ
ピンク美味しそうだから。Anything else? We're good? うん、オッケー。美味しいですか、トーマくん。アイスを食べてクールダウンしたら次の目的地ハドリアヌス図書館へ向かいます。と言ってもモナスティラキ広場から出てすぐの場所です。ハドリアヌス図書館は映画テルマエ・ロマエでも有名なローマ帝国の皇帝ハドリアヌスによって建てられました。図書館といっても本を保管する場所だけでなく講堂や研究室、庭園やプールなどがあった巨大な複合施設だったそうです。が、今は残念ながら北側の壁面と数本の柱だけが残っている状態です。だから中に入ったとて外から見たまんまの景色なので入場料を払って中に入らなくてもいいのかなと思います。ハドリアヌス図書館の目と鼻の先にあるローマンアゴラに向かいます。あ、これすごいいいね。ねかわいいな。とにかく遺跡の近くにはお土産屋さんやカフェなどが数多くあるので足止めを食らっちゃいますよね。出た。ティンティン。何？ティンティン。ティンティン？栓抜き。キーホルダーとかね。こういうの多いよね。なんでティンティン？ねえ、なんでだろうね。あった。よし。こちらがローマンアゴラ。見てこっちも。紀元前1世紀頃に建てられた公共広場になります。ハドリアヌス図書館よりも古い建物ですね。こっち向いてくれた。それまでアテネの中心だった古代アゴラが手狭になったことから新しくローマ式に作られたのがこのローマンアゴラです。ローマ時代よりもずっと前。ハドリアヌスが古代ギリシャの建物や知的な文明を気に入ったことで第二のふるさとにすると決めて図書館やアゴラなどを建築して街を再整備したのでローマ式なんですよね。なので当時のギリシャ人からもハドリアヌス帝は崇拝されていたそうです。そして八角形の塔は世界最古の気象観測所とのことでローマ時代よりも古い古代ギリシャの建物です。チャンネル登録よろしくねー。続いてこちらがアテネで一番古い街並みが残っているプラカ地区になります。ハドリアヌっていうストリートで、うんローマの王様、うんハドリアヌス帝がアテネを再建築した時に作った道、旧市街のメインロードで、ここの道をまっすぐ行くとハドリアヌス図書館とかローマンアゴラ、遺跡に出るわけだな。そうそうそう、そこが商業の中心地で、うんこれがそこに続くためのメインストリート。これマロマロ大理石。大理石。モナスティラキ広場の周辺よりもかなり落ち着いた雰囲気の街ですのでゆっくりとお土産を探すのには最適な場所だと思います。ギリシャ産の大理石で作ったそうだよね。なんかねえ、パルテノン神殿こっちある。ほんとおお、ここら辺雰囲気出てきたね。ママ。わ、すごい素敵。プラカ地区のメイン通りを横にそれるとカフェや食べるなが立ち並ぶエリアがいくつもあります。どこも絵になる雰囲気ですので歩くだけでもすんごく楽しいエリアです。さらにその横の坂道をぐっと登っていくとアテネの街を一望できる絶景ポイントに出ます。おお、すごい。まあ、ほら。途中の坂は結構急で大変なんですけど正面にリガビトスの丘が見えてその奥まで続く街並みが本当に圧巻です。すごい一望できるね。猫。うん、すごい。こっち向いた。実はこの絶景ポイント日本人にはあまり知られていない、知っていたとしても 100% 迷子になる隠れた穴場スポットの近くにあります。まるでエーゲ海の離島のような白い世界、アナフィオティカです。こっち行く？
19世紀、アテネの町を作るために島からやってきた大工たちが、夜の間に屋根まで建てれば自分の土地になるよという法律が当時あったらしいんですけども、その法律を利用して夜な夜な突貫工事で建てたのがこの町の始まりのようです。すごい。現地の方が今でもひっそりと暮らしているので、散策するときはあまり大きな声を出さないように注意しましょう。アテネに来たら絶対に迷い込んでほしい特別な空間です。大丈夫、Google マップがあれば怖いもんなしです。多分こっちだって。僕たちはプラカ地区に戻る途中に通ったんですけども、体力に自信のある方はアクロポリスに行く途中に立ち寄ってみてください。うん。アクロポリスの丘に立つと、今から約2500年前のアテネが最も輝いていた紀元前5世紀の世界が広がってきます。この時代はアテネの黄金期と呼ばれ、パルテノン神殿をはじめとする壮大な建築が次々と建てられ、民主制や哲学、芸術が一気に花開いた時代です。アクロポリスの入り口にあるプロピュライアをくぐると、古代の人々が神々の世界へ入っていくような特別な空気が流れます。中央にそびえるパルテノン神殿は、アテナ女神を祀るために建てられたドーリス式神殿で、黄金比や四角補正など古代ギリシャ建築の技術が詰め込まれています。アクロポリスは古代アテネの信仰、芸術、建築、そして物語が重なり合った文明の象徴。ここを歩くと、アテネという街がどれだけ豊かな歴史を持っているのか自然と感じられる場所なんです。同じ頃、日本はまだ縄文時代から弥生時代への移行期。稲作が広がり、環濠集落が発展し始めたばかりで、国家も文字もまだ存在していませんでした。最後は古代アゴラ。ソクラテスやプラトンが歩き、議論し、人々が集まって暮らしていた古代アテネの街の中心だった場所です。今は緑が広がる静かな遺跡だけど、当時は市場や役所が並んでとても賑やかだったんだって。そのヘファイスト神殿は古代の姿がほぼそのまま残っている貴重な建物です。パルテノン神殿よりも保存状態がいいことで知られています。また足場がないのもいいですよね。そしてストア・アッタロスの中にある博物館には、古代アゴラの発掘で見つかった彫刻の断片も展示されていて、神殿や公共建築の上部を飾っていたとされる像の頭部や破片を見ることができます。今は失われた建物の本来の姿を想像させてくれる展示なんです。ギリシャの彫刻って本当に美しいですよね。たとえ欠けた断片でも、そこに宿っている表情やラインが古代の息遣いをそのまま伝えてくれます。最後にモナスティラキ広場に帰ってきたらゴールでございます。僕たちはアティナちゃんの家に泊まるので、新田熊広場に戻ってきています。いかがだったでしょうか。アシカ流アテネの歩き方。今回のコースはただ歩くだけなら1時間程度で行ける距離感ではあるんですけども、見どころ満載ですし、結構アップダウンの激しい道なので、1日かけてゆっくり回ることをお勧めいたします。オリーブ。この動画が皆さんのアテネ散策のヒントになれば嬉しいでございます。すごいね。あ、チーズチーズ。次回は旅するアシカはアテネを飛び出し、絶景の楽園ザキントス島へ行きます。なんと今回はおかんの友達を巻き込み、総勢9名で珍道中を繰り広げてきました。超絶綺麗な絶景が撮れているはずなので、次回ザキントス編もどうぞお楽しみに。